頭がこんばんは。今日もライブ配信。こんにちは。What do you doing? What do you doing here? Just enjoy it. Not work. ミドルロードの方をちょっと見ていこうかなと思うんですけど、天気はね、蒸し暑いかな。蒸し暑くて、午後夕方にちょこっと雨降ったから余計なのかな。蒸し暑いと思います。観光客の人がね、ちらほら韓国人の人だったけどいた感じがしたけど、今日ガラパン見に来た時に金土日とか休みで来るのかなって感じですよね。鼻の調子が悪くて、もうずっとライブ始めてから今日で16か17回目なんですけど、こんばんは、シーマさん、いつもありがとうございます。アウターコープ。スマイリングコープ。なんか悪くてね、ライブ始めてからずっとなんですけど、スマイリングコープずっはと鼻声なんですよね。example 17 feet or 字幕24 feet. で How much を did you pay? I think it's like $4 a square foot. 日 So 本 if 語 it's 10 も feet, you な pay んかあん $40. まりちゃんとこう YouTube の Not square foot. I mean, 自動の linear. 設定にしてるんですけど、 Yeah, feet. Feet or フィート日本語はちゃんと聞き取れてない。 $4. yes. ああ、they have 私 to. の喋り方が悪いんだと They 思 where うんだけど、 government? Yeah. The Department of ちゃんと日 boating 本語も書 safety かれ has て an ない office. にあれ、 And 英 then 語 you とか pay. 中国語になっ But たら、 their output is 英語はもう違うなっていう単語がいっぱい並んでたけど、 But you must 直 still し register 方 boats, が so they わ know からな who's いんで、 there. And they assign you spots. 仕方ないなと思って But not illegal, 言 right? ってるんですけど、 Illegal, right? Legal. が悪いからね、きっ Here, とね。 protected. 昔からそ Protected. んなに Protected 滑 from 舌がいい方では weather, な the かった wind, けど、 no waves. Here, all the waves. Your boat was in there, very calm. 口を開いてなかったら、 So meaning boat is safety, 喋れるよ not so safety. Like タイプ free. したり。 Free. That's why. そうだね、ちょっとね、招きされて、ここ行っ Excuse me, can I ask ちょっとこう something? ずっとカメラで What do you- カメラでっていうか what do you- 携帯でこう撮ってるでしょ、ガラパンを。そしたら「おいでおいで」って呼ばれたから行ってみたんだけど、ちょっと衝撃的でしたね。ああいうのを目の前で見たのが初めてだったんで、ちょっと衝撃だったんですけど、ちょっと見てください。今日の映像に変えていきましょう。まず海が流れますけどね、とりあえずはアナックススタートっていう感じで、海から見たアナックスだけど、あ、こんばんは、ナダルさん、ナバルさん、こんばんは。いつもありがとうございます。今日はね、ガラパンの東側、ミドルロードの方を取ってきたので、ちょっとその辺を取ってきたというか、ちょっといろいろ入ってみたりして、
お話を聞いたりしてみたんですよ。ちょっとセンセーショナルなとか、やっぱね日本ではねこういうのありえないから、で私はそっちの方に行ったことがないので、なんか驚くことばっかりで、そのままこう携帯を自分のそばに置いときながらいろいろインタビューしちゃったから、もう自分の声が驚いてるとかの声がうるさいからカットしてたんだけどカットしたけどまだちょっと残っちゃってるところがあるんで、それは勘弁してください。うるさいって思うかもしれないけど、今日は多分映像の音も出ると思うんだよな。小さかったら、映像の音が小さかったら小さいって言ってください。普通に私がこう説明してる時は映像の音が入ってない時なんですけど、説明が止まった時は映像の音が入ってるはずなんですよ。携帯でしか確認ができないんで、これ OBS つけてると自分では確認できないけど、これみんな YouTube 配信者の人って2台持ってやってるのかな、パソコンを。こっからですね、もうね。とりあえず先日深夜さんが言ってたあれだよね、99に行きます。ここですね。ここのね99の横にレンタカー屋さんが今できてて、これはみ出してるんじゃないのって感じなんだけど、敷地からもうギリなのかなっていう感じで、あれそうこれミドルロードのとこですよっていう感じで、99セントですね。綺麗になってると思いません？水色に看板もちょっと綺麗になってましたね。あまりね人はいなかったですね。お酒売り場ちゃんとね許可は取ってますよ。取っていいって先に聞きに行ってから取ってるんで。野菜のね種類がここの方が多い。私が行くいつも、小さめのスーパーなんだけど、そこのスーパーよりは野菜の種類が多くて、ここガラパンのホテルからも一番近くて、こうローカルも上店が一番大きいけど、ここよりはちっちゃいけど安いよね、上店とかよりはちょっとだけ。クラウンホテルとかからはまっすぐ、結構あるかな、歩くと。ハファ台からもう結構ある。ミドルロードまで歩く、そんなでもないよね。5分くらい。昼間ね、行くなら昼間行ってほしいんですよね。やっぱりライトがあまりないところを通っていかなきゃならないから、行くならこっち側に、今日映る方の映像に行くときは昼間できれば行ってほしいところかな。夜はあんまり細い道を通ってほしくないから、車で行くなら全然 OK だけど、問題ないけど。
女の子2人とかでなんか歩いて行かれてもなんか嫌だなって感じなんで、なんかこれね韓国のだと思うけど、とんかつソースが売ってたので2ドル99、これ安いなと思って。ブルドッグソースとかだと結構な値段するから、とんかつソースはでも口が回んない必需品なので、私にとってはこれいいなと思ったんですよね、とんかつソースでは帰らなかったんですけど、今日は韓国のだから全然食べれると思うんですけどね。99はやっぱね広いから、広いだけあって品揃えもたくさんあるんで、今日はね4時頃かな行ったの。4時ちょい前、4時ちょい前ぐらいだったから、まだねお買い物に来る人いない。スパムとインスタントラーメンばかり買ってたスパムとインスタントラーメンなんだ。インスタントラーメンか。スパムはたまに買う。スパムはインスタントラーメンはほぼ買わない。なんか食べる機会がないんだよね。インスタントラーメンの方が楽なんだと思うんだけど、楽だよね。ちょっと夜お腹空いたなっていう時に食べるものはパンを買っといて、バター塗ってピーナッツバター塗ったりして食べちゃうんだけど、インスタントラーメン作るのがめんどくさい。夜中とかお腹空いた時にパンの方が楽だからパンにしちゃうんだよね。なんかね、だから夜ご飯はご飯炊いてて、炊飯器にいっぱい炊いちゃって、小さい炊飯器なんだけど、それを3回分に分けといて、で1回分はその炊いた日に食べて、これね東京マートお世話強盗入られた時ね、本当にお世話になった東京マートさん、もともとは違う場所にあって、後から出てくるんですけど、場所がでリオープンにお引っ越しして、こちらにリニューアルオープンして、もうご飯粒が美味しいんだよね、ここのね。本当に美味しい。ガス釜で炊いてるって言ってたけど、まだちょっと残ってましたね。カレーパン、お弁当が本当バーッといっぱい並んでるんですけども、売れてなくなっちゃってて、サンドイッチとかももうなかった。もう何もない状態でしたね。3時ちょい過ぎぐらい。スパムがあった。ここにスパムがありましたね。スパムの下に昆布ひいてとか美味しいよね。もう何にも空っぽな状態で、普段はいつも毎日いっぱいにしとくって言ってましたけどね。前の場所より多分こっちの場所の方が忙しいんじゃないかなと思うんですけどね。99センツの中にやっぱり入ってるんで、ちょっとなんか買いたいっていう時はね、お惣菜として買っちゃいますね。これバーって書いてあったから、バーなのかと思ったら床屋のくるくるが回ってたから、99センツの隣にできたんですけど、床屋なのかな。
場所としてはここですね。ミドルロードに立ってるけどカジノの建物が見えて、ひまわりが目の前に見えて、ハファダイがハファダイじゃない、グランビリオが見えてっていうとこですよね。これはね多分廃墟で、隣がセンチュリーホテル、このちょっと大きめなのがセンチュリーホテルで、このサイパンフレッシュマートっていうのがもう本当に長くある。撮ってたら雨降ってきちゃって、ちょっと小雨が降ってきちゃって、お野菜が安いんですよね。今日はトマトとかがいっぱい出てましたね。青マンゴー？もう映像撮ってるのなんかあんまり見なかったんだけど、青マンゴーかな。新鮮ですよね、ここは。自分で買いたいだけ持ってグラム売りっていうようなところなんで、あんまり日本ではないですよね。ポーカーやってましたね。人気ですね、いっぱい車止まってるから。でこれが何屋さんだか分かんなかった。その隣とかは開いてましたね。何もやってなかった。あとコインランドリー、角にあったコインランドリーもう閉まっちゃってました。ここ結構盛況だったと思うんだけど、あれポーカーの映像になっちゃった。でここがね、もともと東京マートさんが入ってたとこだったんですよね。で去年の末にお引っ越しして1月にオープンしたそうです。でここ喫茶店、リスク領域が不足してますとか出てきちゃったけど、なんで？ちょっと待ってくださいね。ストレージセンサーを最大限に活用できるように PC の空き容量を増やしています。最近使用されてない同期済みファイルはクラウド専用になります。何のことだよ。消えちゃった。いいのかな。なんかパソコンにこうチラチラこう上がってきて困っちゃう。もう少しチャイナタウン側にダイビングショップ水上の本湾レストランって、本湾はこれ、ちょっと待ってください。本湾は違う。後で言いますね。これ呼ばれてカメラ撮ってたら、ここのお店の人だかなんかに呼ばれて行ったら、これ全部葉っぱ屋さんなんですよ。マリファナ屋さん。グラムで売られてて、5ドル、2ドル、1ドルとか6ドルとか、もっと高いものは高いらしいんですけど、映像声出てる？映像声出てるよね。大丈夫だよね。なんか高いの、紫の光で作るのと、紫の光で作るのと、声聞こえないんだよね、私に。これ良くないな。土の中で土で作るのと水で作るのとかいろいろあるらしいんですけど、それで値段が変わるらしいんですよ。これはで、マリファナって知ってました？コロンコロンって硬いんですよ。葉っぱだと私の中では葉っぱだと思って、タバコみたいなもんだと思ってたんですけど、
これが巻いちゃった状態らしいんですけど、巻いて吸う状態。これ出てるかな。あ、already 巻いて吸う状態らしいんですけど、マリワナ、バッドタバコスタイル。 Yeah, the stick, yes. あー、スティック。 So you can smoke. あー。even there なんか Yeah, yeah, that's just the cheap one. マリファナの種類が1種類じゃないっていうのがちょっとびっくりで、これ声出てます。ここ重要なんだけどな。 $10 so only two いろんな、もうね、ひっきりなしにいろんな人が買いに来るんですよ。 For two, that's 16. めちゃくちゃ忙しいの、マリファナ屋さんで。これを Gonna be カランコロンってここに入れて、カランコロンって音がするんですよ。え、ノーコメント。 YouTube OK? カランコロンって入れて、硬いんですよこれ。ちょっとびっくりなんだけど、タバコみたいじゃないんですよ。これをどう2グラムスオーバーしてるけど、どうすん、どうハンドをこう、ねえ、あ、こんな感じです。ちょっとね、よくわかんないですけど、ハビで袋に入れて売るんですけど、でその人たちに聞いてみたんですけど、よし、声出てるかな。声出てる。 for 3 days this one. Yes. for me and my her, husband. yeah, for Okay, them, tie the 2 days. For people me, in maybe China. like today. Oh, depends on the people. Yes, yes. Thank you so much. The works. And then we'll tear also. How much is it? 出てないかなこれ。フラワーで携帯が It's just aあれ different thing. こっちに置いちゃったかな。 So this one, the cheap one, the $5. でこれみんなに聞いてみたんですよ。これのこの量で2グラムぐらいで買うんですって。みんな2グラムとか6グラムとか買ってた人がいたけど、2本とかでタバコのロールになってるやつを2本とか買ってた人もいたんですけど、それはどのくらいの期間持つのって聞いたら、3日っていう人もいれば、こんなの20分で終わっちゃうよって？How did you いう choose? 人もいるし、 She's asking like what made you choose that. 20分で$9とか Yeah, good. Feeling? 言えるんですよ。 For ちょ the っとびっ feeling. くりじゃないですか。 Yeah. これ出てるのかな。これどうやってか携帯探しに行かなきゃダメ、下に取りに行かなきゃダメかな。 Is it 3 bro? てんやさん、音出てますか？いいですもし誰か見てる方がいたら、 So 音 everything 出 in て the るか jar, 教えてください。 then the one in the container, that's the カランコロンって音するんですよ。カランコロンって。 pipe. これをどう巻くんだって感じですね。潰すの The か one, な。 like the one up back there, the glass. You can use like that to smoke. え？ Yeah, the one up there. グラス？ Put the marijuana inside. で、そう。これ？このね、このパイプで吸うんですって。これで吸う人もいるって言ってた。タバコみたいにして吸う人もいるし、このお店はマリアナ in the 出てる。 Mariana? あ、よかった。じゃあこの辺は声出てるのね。ありがとう。 Meaning what kind of number あ one? りがとうございます。 Nobody else that's selling. このお店はタイパンで一番そう、meaning cheap or quality or マリファナショップとしては一番いいらしいですよ。Gucci? Yeah, you like Gucci? Gucci? Some people 一番になった一番になったって日本語で言ってました。 Gucci, you know. See, they have even Louis Vuitton. Louis Vuitton? でグッチって言われて、グッチってブランドのグッチのことを言ってたのね。グッチとかいいでしょみたいなことを言われて、
何のこと言ってんのかと思って、グッチってルイ・ヴィトンとかグッチっていう、ルイ・ヴィトンって出てきたから、あ、そういうブランドみたいなもんなんだって言ってました、このお店が。朝8時から夜の10時までやってるんです。すごくないですか？ How did you choice? 需要があるからこんだけやるんですよね。 How did I choose? You just look at Oh, what す made ご me い長 choose this? 時間やってるなと思って。 For swimming. That's expensive, right? No, this one is the cheapest. ひっきりなしに本当ね、お客さんが来るんですよ。 The ones are like $5. And those are the one more strong. This one for $2, $6. 喋ってると思うんです高いじゃん。けど、これこれこれ。 Expensive two pieces. No way, no way. だって This one is cheap. 何のために、どんな時にどういうチョイスをするのかなと思って、もう20分で終わっちゃいますってこの人言ってたのかな、確か。あ、多分声出てるんだね。聞こえますよね。How did you choose that one? I like indica. この辺ずっとインタビューなんです。 Well, I'm working for the indica city. そういう人にも売ってくれますか？いや、どうだろ Sorry う。 for. でも身分証明書とか、私が入ってった時にもこう呼ばれて、お外にいたおじさんに呼ばれてこう入ってったんだけど、中に入ってったらもう人が並んでたのね。 Most people they choose from the それで Feeling. 私も並んでる人に勘違いされたから違うって言って違いますってどうぞどうぞって言ったんですけど、身分証明書とかだって見せてないから、 $9. ツーリストとか20 minutes? 若いとか Greatest 20 minutes of your life. 若いとかも関係ないんじゃないの？ They will have a walk, も right? しかして。 Yes, yes. So here in Saipan, it's legal. Yeah, And legal. then recently, they passed the bill to where 年齢制限あんのかな、マリファナっ companies, て。 even government, some government, 聞 they けば won't よ drug か test っ for it たわ。 anymore. So it's okay if you do it outside of work, under personal time. 忘れ It's already ち like ゃった。 alcohol. 今なんか喋ってるね、これね。 It's okay, meaning Like- can walk? No, so if you're most places, you cannot smoke and then go to work when you're feeling high. Yeah. Ah, No, sure. but Why then not? they don't mind if when you get off work you smoke at your house or どうしたらいいんだろう。やっぱ携帯探しに行かなきゃダメかな。 like alcohol, right? You cannot come to work. It's the same thing. Same thing. 不自由だな、 Go on OSB your っ lunch て。 break and smoke. No, cannot. So just on your own Go. time. Of time. Yeah. So before, when it's not legal or when they こ first れ get ライブ legal, の they あ still の drug 見て test you. Even 見 if you て do も it at 意 your 味 house, ないん they だよ still ね。 gonna if they drug test you and you fail, やっぱみんな配信者さんは2台持ってんの they か don't な。 drug test for it anymore. Yeah. ありがとう。 2台持って配信してるってことかな。そうだよね。じゃないと何喋ってるか聞こえないんだよ。これ困っちゃうよね。説明ができないわ。まあそんな感じでマリファナ屋さんが終わって、今度エレガンスとかこの辺ね、向こう側にも商業ビルがあって結構入ってるんで撮りたかったんですけど、今日はこっち側、こっち側デューティーフリーの後ろ側をちょっと見てみようと思って、本湾は一時期これね、お土産屋さんがあったんですけど、これ韓国の化粧水とか韓国からのいろんなものが売ってるんで、
多分日本の人にも、日本の人がね、まあ日本の人は韓国から直接買うか、今はインターネットの時代だから。結構してたもんね、韓国で。多分日本円で1000円とかぐらいのクリームとかが1000円ちょっとのが30ドルとかしてたから、結構するなと思って、まあ送料とか考えたらそうなっちゃうのかもしれないなとは思ったけど、韓国の有名どころの化粧水とかコスメティックが結構あって、オーナーさんが韓国の人らしいですね。このクリームとかもいくらって聞いたら30ドルって言ってたから、30何ドルって言ったから結構するなと思って。デューティーフリーがなくなっちゃうから、こういうところがローカルの人に結構人気が出るかもしれないですよね。これ足パック、足のパック売ってますね。足のパック気持ちいいんですよね。足の皮がベロベロってむけて、足の裏の皮が物質がベロベロベロってむけてすっきりするから、こんなところに売ってるんだと思って。韓国では結構安いけど、いくらだか見なかったな。映ってたかな。今本湾は考えてるんだけど、本湾レストランってジョニーズバーの隣のビルの2階にあったところだよね、本湾。違ったっけ。それで初めはビーチロードのなんとかオーシャンビューホテルの横にあったところじゃなかったっけ、本湾中華って。やったかな。違います、深夜さん。これね、元ムーミン村の隣にこんな建物ができて、でなんか外に飲んで食べてみたいなこと書いてあったから入ってみたんだけど、お菓子って思ったらこれ石鹸なんですって。石鹸と思って、なんか外の看板にフード&ドリンクって書いてあったような気がするんだけど、通り過ぎちゃった。これも石鹸なんだって。エルメス風バッグみたいのに入ってる石鹸。バナナの形とか、ここも韓国の人みたいでしたね。韓国のものなのかな。で、あとはノニだらけでしたね。ノニのドリンクとか、ノニの錠剤とか、なんかいろんなノニって一時流行りましたよね。10年ぐらい前。まだ流行ってんのかな。もっと前か、15年ぐらい前かな。この辺ノニジュースとか、私はもう勘弁してくれって、こんなの飲めないんだけど、ムーミン村のタンジ中華屋も美味しかった。ムーミン村のタンジ中華、ムーミン村
ムーミン村ってお好み焼き屋だよね。お好み焼き屋だよね。ムーミン村の丹治中華屋、ちょっとわからないと。ムーミン村の中に丹治中華屋があったの？これね、ほらドリンク&なんか書いてあって、でも何売ってるんだよね、ドリンクで、ここサイパンメイドってお店で、隣にこの店の隣にあるんですけど、ここもノニだらけ。ちょっと袋が違うけど入れ物がプルメリアにこう飾られて入ってたり、ちょっとしたお土産になる感じで、リップとかノニのリップとか、ムーミン村の丹治中華も美味しかったの横ムーミン村の横取ってあるよ今日。これもムーミン村の横よ。このサイパンメイド、こんなとこなかったのに。ここじゃないの中華屋？違う？元中華屋、丹治中華ムーミン村の横。あれ、もうバーベキュー屋さん出ちゃったかな。あれ、これサイパンメイドで、メイドインサイパンで、これムーミン村があったところで、今度隣ね、これがムーミン村が今、名前忘れちゃった、なんとかっていう焼肉屋になってて、でその隣がこのビル、なんか昔真珠屋さんとか入ってたんだけど、もう何にもなくなってて全部空でしたね。でそこがウェーブっていうダイビングショップ、韓国の人の。でその隣これ何屋さんなんか分かんなかったんだけど、昔チャミスル屋さんだったんだよね。チャミスル、ジンロとチャミスルをおろしてた場所で、その隣がここジョイホテル。今なんてホテルなんだろう。ジョイホテル、昔ジョイホテルのところで、これがサイパン、アイラブサイパンの裏側でカジノが見えてデューティーフリーがあるっていう場所ですね、位置関係としては。だからホテルから全然歩いて来れるような場所で、これジョイホテルの隣にあった。これが裏のところからミドルロードまでの空いてるお店。あと空いてない。空いてて入っちゃダメって言われたとこは入んなかったけど、入っちゃダメっていうか取っちゃダメって言われたから、中を取っちゃダメって言われたから取んなかった。あとここがなんだっけ、ハワイホテルをやってたからちょっと取ってきた。この間オーナーさん来てて、中国からでスコールがあったよ。スコールね、あったジョイホテルの下ね、あった古いな。これね、将軍いつも通ってもやってなかったんだけど、今日時間が遅くなったからやってたから、ちょっと飲み物もらいに行った。お客さんも何組か入ってたんで、ちょっと床ばっか映してる状態になっちゃったんだけど、
ツーリストの人だと思われる人たちがいましたね。ちょうどこれ4時半5時手前ぐらいの時間だったと思うんだけど、最近のツーリストは食事するの早いのかなと思って。スコール古いな。スコールなんてね、だいぶ変わってます。そうでしょう、だいぶ変わってるでしょう。将軍は昔あっちにあったんだけど、ガラパンの中の方、中の裏路地にあったんだけど、今これ第一じゃなくてクラウンホテルの目の前にあるから、で外でね、ここはタバコを吸うとこもちゃんと確保してあるっていうのがね、出演者には本当にありがたいようなところだよね。で帰りね、はい、ライトついてません、アナックスライトなかった。これはね、通り過ぎます。今日私通り過ぎました。でシリアさん言ってたと思って、もうアナックスの看板をめがけて帰ってたのに通り越しちゃって、もう一回戻って撮りましたこんな感じでしたね。東部分、東っていうのかな、あっち側はね、ちょっとね、これだけでもう30分以上の長さになっちゃったから、ちょっと一回切ろうと思って、まだあるんですけどね。まあこっち今日は東側、一応ガラパン保険内のところでね、どんなとこが空いてんのかなと思って、さっきちょっと説明しなかったんだけど、串焼きバーベキュー屋さん、デューティーフリーの後ろにあるそこのバーベキューがなんかね、私食べたことないんだけどめちゃくちゃ美味しいっていう噂なんだよね。間口1畳ぐらいのとこ、1軒ぐらいのとこで檻の中にみたいなとこに入ってやってる人なんだけど、なんか焼き鳥屋さんみたいにバーベキューをやってる。そこのバーベキューが美味しいという噂を聞きましたね。デューティーフリーのデューティーフリー閉まっちゃうからな。なんか今日聞いたところによると4月に閉めるって言って3月までっていう話にもなってるみたいですね。デューティーフリーの真後ろなんで、デューティーフリー閉まっちゃうとなんかなんて言ったらいいのかね、なんて言ったらいいんだろう、ちょっと言葉が分かんなくなっちゃうんだけど、デューティーフリーの真後ろなんで、小腹が空いた時に食べるのにいいかもしれないから、本当美味しいって何人もが言ってたんで食べてみてください。私はまだ食べたことありません。あの辺のお土産屋さんはまだ結構元気にやってるんだなって。この港からディナークルーズ船で出ましたけど、今はディナークルーズそれ聞いたのこの間。ディナークルーズディナークルーズじゃないミキさんとこはやめちゃったんですよ。大きいディナークルーズ船はやめちゃって、で韓国の人がサンセットクルーズかちょっとディナークルーズじゃないの、サンセットクルーズはやってるって韓国の人が言ってた。ディナークルーズをするだけの船がないと思う、多分
あんのかな。港にでも大きい船泊まってたよね、そういえば。あれディナークルーズなのかな。カタマランみたいの泊まってたよね。ディナークルーズは全然頭になかったな。サンセットクルーズなのって聞いたら、1ドルバーベキューは美味しかった。もしかしてさっきのところのが1ドルバーベキューっていうとこなのかな。デューティーフリーの裏のとこ。これがもしかして1ドルバーベキューですか、深夜さん。もしかしたらそうだな。教えて、深夜さん。1ドルバーベキューがそれですか。イエス、ノー。あ、食ってみたい食ってみたいですよね。食べてみたいですよね。並んでたんですよ、今日もね、こう並んでた。あ、そうなんだ。ありがとうございます、深夜さん。あそこがじゃあ1ドルバーベキューなんだ。美味しいらしい。深夜さんも美味しいって言ってるんで美味しいんでしょうね。今日も並んでましたからね、ローカルの人が。そこ美味しいのって何人かに聞いたら美味しいって言ったから、あ、美味しいんだなと思って。一人もまずいって聞いてないから、今度食べてみたいと思います。なんか怖くてね、ああいうとこでなかなかじゃないけど食べたことがなかったんですけどね。あれ何の画像これ。今日の卵もね、今無事に入ってくるようになって、いちごもあって、卵一時期2週間ぐらい卵なし、卵がどこ行っても売ってない状態の時があって、木曜日ナイトマーケットに売ってた。お客さん買ってきてくれて食べたことある。美味しかった。あ、じゃあ食べたことある。あ、それのことか。美味しかったです。木曜日ナイトマーケット。今もそんなもんないけどね、ナイトマーケットが。知らなかった。あれがナイトマーケットの1ドルバーベキューなんだね。1ドルバーベキュー。なるほど。食べたことなかったです。今度食べてみます。トライしてみます。もうとにかくマリファナがめちゃくちゃセンセーショナルだったんで、今日カランコロンとか言ってグラム数を測ってパンパン売ってたのがちょっとセンセーショナルでびっくりしましたね。ふさふさとか言って、前にガラパンの中にもうど真ん中にあるところにインタビューしに行って1日ぐらい上げたんだけど、やっぱり下げてって言われて下げちゃって消えてるんですけど、そこはふさふさってしてたんでタバコみたいな感じだったから、あんなコロンコロンってなってるマリファナっていう、しかも何種類も、あんなに何種類もあるなんてちょっとびっくりだし、でグラム5ドルとかなんでしょ。グラム5ドルの方が安い方で、グラム2ドルとかのもあったんだって。でグラム1ドルとかのも売ったことがあったんだけど、1ドルのやつやったら警察に怒られたから
1ドルはやめたんだよとかって言ってた。で今一番安いのは1グラム3ドルなんだとかってさっき言ってましたね。ね、結構だから変わってるんですよ。なんかサイパンもあちこちメインのところよりちょっと外れたところの方が元気ありますよね。こう東京マートさんにしかり、こっち側対ローカルに対してのところの方が元気あるかなって感じ。デューティーフリーの真裏はやっぱりさすがにお土産屋さんだったけど、今の時期こんだけいなくてもあれでやっていけてるんだなっていうのがちょっと不思議だって。アイラブサイパンもあるし、ワンツースリーじゃないABC もあるし、それでね、あそこのにばっかりみんな売ってるし、3軒ぐらい続いてのに売ってたから、非常に観光客がいない中でもパワーあるなって感じでしたね。他のメイドインサイパンっていうところ以外はのにはなんかついでに売ってるみたいな感じもあったけど、でも石鹸とのにだけだったし、あそこもいやパワーあるなと思いました。あの辺だって借りるのに結構な値段すると思うから、デューティーフリーのね真横だったから、真裏だったから維持していけるのパワーあるなと思いましたね。韓国の人とチャイニーズコリアンの人と中国人の人がやってるお店とかでしたね。日本のお店はないよ。日本のお店はやっぱ金八とかまっちゃんの海坊主とかくらいですよね。で海坊主は今日前通ったら入ってましたね。なんか忙しそうでしたね。将軍も入ってたし、韓国の人たちが入ってたし、あとは道路とかには全然見なかったけど、まだね時間が中途半端な時だったからホテルにいるのかもしれないし、いやでもね本当にこんなに人いないんだなっていうのは本当にとことか歩いてて、車止めてとことか歩いてて本当思った。人がいないなって。普段の日じゃないよ、祭日でしょ今日あたりからね3日間とかで来てもいいんじゃないのと思うんだけど、どこのお店の人も日本人なんかいないよとかって言われましたね。日本人なんで日本人は来ないのって言われましたね。なんでかねって、ドルが高いからじゃないかなとかって言ったら、韓国だって高いよとかって言ってたけど、韓国からしてもやっぱドルは高いよね。今日ちょっと円高になってるみたいだけど、147円ぐらいまでは、147円50ぐらいまで1回行くんじゃないかなとは思うんだけど、ここからなんかずっとまた上がってっちゃいそうなチャートの形はしてましたよね。さっきちらっと見たけど、
また162円コースかもしれないですよね。1回落として、もうみんなを振り落として、どこまで落とすかわかんないけど、147円50ぐらいを下に行ったら、ちょっと下にもう一回突っ込みそうですよね。昨日の夜だか夕方ぐらい150円とかって聞いたのに、ズトンと落ちたみたいですね。これね、マリファナのお店。あれ OPS どこ行っちゃう。マリファナのお店、ほんと種類がこんなにたくさんあるとは全然思わなかった。ちょっとびっくりね。政府の方はなんか今日もなんか書いてあったような気がするんだよな。まあアメリカとの対談のことで、雇用が足りないから、労働力が足りないからっていうことが一つ入ってたのがちょっと不思議だったんだけど、人手不足だって言ってサイパン政府はアメリカに言ったみたいなんだけど、足りてないのなっていうか、観光客いないのに足りてないっていうのもなんだなって思ったんだけど、902っていう法案があって、それの協議の再開とかって書いてあったんだけど、その902っていうのが縫製工場がサイパンにいっぱいあって、でそれで潤ってて、めちゃくちゃ潤ってた時に、アメリカの支援なんかいらないんだよっていう、その法案をサイパン側が破棄したんだよね。いらないって言って、うちはこれで十分やっていけるからみたいに、それを今やってちょうだいって言って、で、あと救済もしてちょうだいって言って、あとまたもう一つ経済支援もしてちょうだいって言ってて、その経済支援の中にコロナ禍だった時に出たようなステミナルチェックみたいのが出るかもしれないっていう今予想がされてるんだけど、コベナント資金の復活は無理だと思うのでね、やってもらいたいなって思うのは、やっぱ中国との飛行機で、アメリカにこう忖度した形で結局知事は中国便を止めざるを得なかったんだと思うんでね。止めた時にアメリカとの中国との本土とのやり取りがよろしくないから忖度で、じゃあうちも止めますみたいな形になっちゃったわけだから、っていうことはやっぱりね、それは止めろっていう圧力をかけたんだから、ここは助けてよっていうことにはなると思うんだけど、で中国便の復活をなんかお願い、中国便とは書いてないんだけど、多分航空便の接続改善って書いてあるから、多分そういう改善っていうことは中国便しか飛んでないものはないから、中国便をもう一回飛ばしてもいいっていうようなことを聞いてるんじゃないかなと思うんですよね。とにかくアメリカにめちゃくちゃ支援を頼んでる状態で、本当に中国便がね、日本が飛んでこない、でも中国の人も
カジノがなきゃ来ないよって言ってたから、カジノもないのに日焼けする時代でもないし、綺麗な海は見たいけどっていうのがあって、でじゃあ慰安旅行、慰安とかの団体旅行できてもやっぱりアジアの人っていうのはソファーでこうくつろいで飲むっていうのが主体だと思われるから、そういうとこがない。あ、でもあるか、あそこがあるな、ブラボーの隣のフィリピンの方が経営してるとこはやってなかったな。今日閉まってるだけなのか、この間も閉まってたんであれだったんだけど、もしかしたら閉まっちゃったかもしれない。ブラボーはやってたんで、もう目まぐるしく動いてるし、パワーのあるのは中国人かな。中国の人はパワフル。やっぱりね、中国人の人はビジネスアメリカで続けていって、グリーンカードがやっぱり欲しいみたいなことを言ってたし、今でこそ中国も経済大国なんだけど、なんかいろいろ規制が激しいからグリーンカードはあるに越したことがないって言ってたんで、でも投資で取るとしたら、投資で取るにはグリーンカード取るには今サイパンだと80万ドル1億ぐらいで、グアムだと105万ドル、結構な値段だよね。投資しなきゃいけない。そんでそのビジネスを2年以上継続しなきゃいけない条件が結構あるんで、2年以上継続して10人以上の雇用、10人以上のスタッフを抱えなきゃいけないって言ったら結構なもんだよね。小さいお店じゃ10人いらないもんね。2人3人で済んじゃうから、なかなか大きなお店をやらなきゃ、まあ80万ドルを投資するって言ったら大きなお店になるか。2万3万でできるお店とはちょっと違うものになるよね。ホテルも買えちゃう金額だもんね。小さいホテルとか買えちゃうよね。買えない？買える？小さいホテルなら買えるよね、今なら。でも建設が途中で止まってるうちの下なんかもう止まっちゃって森になってるし、もう跡形も見えない、コンクリートの壁も見えなくなっちゃったし、ああいうとこがいっぱいあると思うんだよね。韓国の人たちが結構勢いでバーンと建ててたんだけど、その人たちもやっぱグリーンカードの投資でって言ってたけど、ポシャっちゃったしね。立つ前に終わっちゃったらもうどうにもなんないからね。で、あとグリーンカードを取る方法って言ったら、日本人はねいろんな方法があるんだけど、他の国の人たちは普段から移民が多いから、アメリカに移民数が多いからロトっていうものがなくて、結局あとは結婚しかないのかな。結婚して取るか、あとあれか、学生でなんか学生で行ってどっかの学生でアメリカに行って、そこから就職して、そこからグリーンカードに上がる方法はあるのか。でもそれも難しいよね。あとは子供だ。子供を海外で産んで、アメリカで産んで21歳まで待つ。
20年待てないでしょう20年でもそういう人がいっぱいいるんだもんね。もう一時期ブームだったもんね。サイパンに来てサイパンやグアムで妊婦生活をして生まれる3ヶ月前ぐらいにサイパンとかに入って産んでから帰るっていうでアメリカ国籍を取って帰るっていうのが一時期ブームだったから、最近妊婦さん見ないね。あの頃はもうどこ見ても妊婦さんが多かったし、女の人旦那さんは母国で働いてて奥さんだけこっちにもう妊娠した状態で来てて、そういうツアーみたいので来てたよね。ここまでしてでも20年待てませんよね。あっという間といえばあっという間なのかもしれないけど、あとはお金も、だから中国のお金持ち桁が違うから、やっぱり投資っていう方で考えて、投資の方でサイパンがちょっと格安20万ドルぐらい安いから、やっぱサイパンが魅力的なのかなって。でもビジネスが踏んだり蹴ったりになっちゃったらどうにもなんないからね。この間も中国の人が詐欺に遭ってるわけだし、あれで結構ね、中国のお金持ちの中には話題は広がったと思うから、危ないよってことになってると思うんだけどね。80億インターネットで買っちゃうのはちょっと余裕ありすぎるからね。笑い事じゃないんだけどね。そんなもう今裁判になったから、この後どうなっていくのかはわからないことだけど、ちょっとごめんなさい。水飲みます。水取ってきます。よいしょっと。あれ？嘘でしょ？ごめんなさい、深夜さん。タイはマリファナで観光客を呼んでるのにサイパンはダメなのか？そうなの？タイはマリファナで観光客を呼んでるの？こんな。でもそれは多分ね、日本からしたらダメなんじゃないのかな。多分だって日本人はどこの国に行っても一応ね、これはなんか法律なのかな、あれ。しちゃいけないっていう法律なのかな、あれ。あれ、マリファナって日本で吸ったら、持ってたら捕まるし、吸ったら捕まるか。あれ、吸ってても捕まんないんだっけ？吸ってても捕まるよね。吸ったら捕まるんだっけ？あれ、なんか変なあれがあったよね。吸ってもちょっと忘れちゃったな。でもよくないよね。吸っちゃいけないよね、もちろんね。吸っちゃいけないって教わってるもん。吸っちゃいけないんだよ、きっと。あれだけど
所持はダメで何なら何とかならいいとかっていう何とかがなかったっけ、忘れちゃったな、ちょっと思い出せない。でタウンハウス近くのアクエリアスホテルは営業してますか。あそこねタワーだよね、タワーのこと言ってるんだよね。グランドホテルの横かなんかにある。最近違法になりました。最近違法になりました。どれがだろう、そのどの部分が良かった、なんかいいっていうのが忘れちゃったんだよな。最近違法になったなったっていうか、大麻がダメってことになったわけだ。海外でもう吸っちゃダメってこと？海外ででも分かんないじゃん。だって結構吸ってる人いたよ、みんな。なんかそんでホテルで大暴れしてだからえらいことになってた人なんかもいたもん。でも日本に帰る時に持って帰ったりしなければいいってことじゃないの？なんか大麻入りクリームとか大麻入りなんとかっていうのもあって、大麻入りジュースなのかよくわかんないんだけど、塊が入ってるだけなのかはわかんないんだけど、そういうジュースとかクリームとかそういうのもなんか売ってるところがあって、ああいうのは持っていけないんだよね、きっとね。大麻入りだからダメだよね。前は所持だけ違法、所持だけ違法だったんだ。じゃあ吸っててもよかったんだ、やっぱり。そうだ、大変な法律だなと思ってたんだよね。所持が違法でも吸ってるってことは手に持ってるってこと、現行犯じゃなきゃいいってこと？現行犯じゃなきゃ別に昨日吸ってたとかさっき吸ってたは OK だったっていう意味かな。所持だけが違法だったんだ。そういうの前に聞いた。それ今は全て違法になったんだ。なんか日本はじゃあ苦しいわけじゃないけどこう厳しくなってるんだね。サイパンはゆるくなったんだね。でもお仕事前とかそういうお仕事の合間とかにちょっとタバコみたいにちょっと一服っていうことはしないんだ、しちゃいけないって言ってた。さっきのパ屋さんが、マリファナ屋さんがオフの日だけ吸うんだって言ってたよ。ちょっとねえ、いくらなんでもリーガルになったからって言ってもちょっとポリスがちょっと車止めて一服なんてされてたんじゃもう目も当てらんないからね。そういうのはないよって言ってた。それはやらないからっていう話はしてた。ちょっとね、そんなことがあったら怖いよね。みんなだからリラックスのために吸うんだって言ってた。でも日本とかで10ドルとかしてるわけでしょ。そして20分ぐらいでなくなっちゃうって言ったら高いね。高い遊びだよね。マッサージとかのが安いよね。1時間とかで20ドルとかだもんね。そのがよっぽどリラックスできるんじゃないかなとも思うんだけど、そういうものでもないのかな。
でも癖になるっていうのが怖いよね。タバコと同じで癖になったりして、そしたらアブアンラブ&ピースになって仕事にならない。ラブ&ピースもそうなんだ。そういう変な状態になっちゃうわけだ。ちょっとだからじゃあ困っちゃうよね。座れたじゃ困っちゃうよね。このね、今ちょっとジョイホテルが今映ってるじゃないですか。ここに私昔一番初めに従業員を探した時にここに住んでる子がうちにアプライしに来たんですよ。だからジョイホテルの3畳ぐらいの部屋3畳ぐらいの部屋に5段ベッドで寝てるんですよ。フィリピンの子たちなんですけど、この頃はどっかのホテルのハウスキーピングかなんかやってたんですけど、どっかのホテルのねハウスキーピングをやってる子たちだったんだけど、ジョイホテルの自分の部屋っていうのが5段ベッド、もう見たことない、右に左にって出てるベッドでもう頭上げられない状態のベッドで、そこだけが自分の空間になってて、でもその時の法律はうちの会社なんかはちゃんとね、1人3畳以上の部屋をちゃんと与えてたんですけど、スペースになるように。いや、あれびっくりしたね。まだサイパン来て間もないところで人を雇うのも初めての頃だったから、そういう風に住んでる人たちもいるんだと思って。でもどっかのホテルそれでいいわけって感じだったけどね。こんな一人だから1畳も空間でしかないっていうの。5段ベッドだからもう天井に自分の天井がもう本当に背中に寄りかかって座るだけのスペースしかなくて、あとは寝るだけ。そこのベッドの上に全部いろんなものを置いて生活してる子たちで、ちょっとびっくりしましたね。でもそういう子たちがうちに働き始めると、また広いところを与えても広いところなりにまた文句言い出すんですけどね。よくちっちゃいとこで文句言わなかったなって本当思ったんですけど、昔は結構そういうのでも我慢してる子たちがいっぱいいたんですけど、昔の昔。今はいなくなりましたね、そういう子はね。やっぱマリファナにはちょっとセンセーショナル、なんかちょっとびっくりしましたね、今日ね。で、あんなとこにできてると思わなかったから、手招きされてちょっとおいでおいでって言われたからちょっと行ってみたんだけど、あんな感じで、でも綺麗な感じで売ってるお店だったんで、清潔感のある、本当になんかどっかのラウンジみたいな感じで売ってるから、あんなに種類があるとも思わなかったし、あと一番びっくりしたのはコロコロ感、カランコロンって音がするようなカラカラ感で出るんだと思って、あれは
もう政府が認めて、政府どっから仕入れてんだろう、サイパンで育ててるってことだと思うんですけどね、あれね。育てる人も、葉を育てる人もなんか、そういうパーミットが必要で、前にマリファナの売ってるところの人に聞いたんだけど、ガラパンのお店の人、私その育てる方がいいな、なんかうちで植物は何も育ってくれないんだけど、何かやりたいって言ったら育てるような仕事のがいいな。みんなはマリファナやったことあるのかな。やったことあります？やったことないのかな。深夜さんはありそうだな、どうやらなし。興味はある。興味はありますか？ちょっとね、日本の中ではないから、日本の中ではこういうものがなんていうの、大げさに売られてるってまずないじゃないですか。ある？ある。興味があるってことかな。売られてたら怖いよね。売られたら怖いですよね。なんだっけな、今日のニュースにミッシングパーソンが出てるんですけど、まだ見つからないみたいですね。中国人の人、観光客の人がいなくなっちゃったらしいんですよ。それで未だに見つかっていないらしいですね。怖いね。また殺されたりしてんだとしたらちょっと嫌ですよね。どうなのかなって、多分殺されちゃってるのかなとも思うし、一人で来てたのかな、どうなんだかわかんないけど、まあ観光客のミッシングパーソンですね。日本は罪が重すぎるからやらない。あ、罪重いんだ。酒井のり子だっけ、のりぴー、あ、違うか、あの人は葉っぱじゃないのか。葉っぱじゃないわ、サインとかなんとかの罪って言ってたな。日本は葉っぱ罪重いのかな。まあ麻薬とかマリファナとか重いよね、罪ね。重いわ。タイはどうなんだろう。タイはだってそうやって観光客をマリファナで呼んでるっていうことはリーガルなところだっていうことだよね。マリファナであんまり観光客は呼べないだろうな、多分。マリファナ OK ですよとかって言えないでしょ、多分日本政府に。日本怒られちゃうでしょ、きっと。だからそれではツアーっていうか呼べない、観光客を呼べないと思うんで、やっぱリーガル、海外ならではのリーガルなんだよね、それがね。カジノもそうだし、カジノはある意味海外でやったら OK なわけだから、やっぱカジノがいいと思うんだけどな。でもローカルの人に今日も聞いたけど、みんな軍事化って言うんだけど、軍事化のがいいって。どっちがいいって聞くとみんなメリタリーって言うから、
ミリタリーは不安がないからっていう意味なんだよね。ずっといるわけだから、一回そうなっちゃえば。でも軍事化にするに、テニアンだけで勘弁してよって感じだけどね。インフラが整うのはすごくありがたいよね。とっても遅いから、インターネットがちょっと夜中とかになると、もう重なる時間になると多分遅くなるっていう感じなんだろうな。 YouTube も見れないんじゃどうにもなんないからね。 YouTube は見れるけど、インフラが、電信柱をとりあえずコンクリートにするとかしてほしいよね。まだ木のままのところがいっぱいあるから。あれは台風でまた倒れたら怖いしね。うちの方は近所は政府の関係が多いから、結構電気は本当にすぐ来るはずだったのに、前回の台風とかは来なかったからね。全く電気が来なくて、本当どうしちゃったのって思った。この地域は結構来るっていうのは有名な話だったんだけど、昔ではね。今はそういう時代じゃないのかなと思った。でも政府のとこに行くとコンピューターがいっぱい置いてある部屋があるんだよね。あんな掘ったて小屋の中に。警察のあれなんだけど、警察の関連のオフィスなんだけど、あれは何してんだろう。監視カメラとか見てんのかなとか思うんだけど、監視カメラ、ガラパンの監視カメラは動いてなかったからね。今は動いてんのかな。うちの店の前にも2台ぐらい監視カメラがあったんだけど、一切動いてないって言ってたから、10年も経ったから動いてんのかな。このコンピューターのだっていう部屋を見たのはついこの間なんで、こんなとこあるんだと思って、全然知らなかったからちょっとびっくりしたんですよね。こんな掘ったて小屋にもう誰でも壊して入れる状態のようなところにね、そうなってるから、もっと厳重な施設だったら分かるんだけど、コンクリート張りの全然そういう感じじゃないから、あれ台風来たら飛んじゃうんじゃないかなっていうようなところに、そういうところがあったからちょっとびっくりしたんだけど、裁判もそういう監視システムみたいのをやってるのかなとも思うし、そのぐらいでもガラパンの街ぐらいはね、ちゃんと見ててくれた方が安心だけどね、カメラでも何でも。でもこの間そのあったカメラを見たら、もうそのカメラのあった場所にカメラはなかった。新しいものがついてるかどうかはわからない。瓶のマヨネーズまずかった。まずいよね。やっぱキューピー食べちゃうとあの瓶のマヨネーズね、なんか薄められちゃったようなマヨネーズで、アメリカのマヨネーズってみんななのかなって。でマスタードのが強くしてマヨネーズの味しないみたいな。マヨネーズ水で薄めちゃったようなマヨネーズだから、やっぱねマヨネーズだけは
ちょっとお高くてもキューピー買っちゃうよね。キューピーか今韓国のマヨネーズがでキューピーがない時はその韓国のを買うけど、キューピーは一応いつも入ってくる状態だよね。高いけどマヨネーズってだって日本で300円ぐらいじゃなかったっけ？もっとするのかな。298円とかね、重いしかないんだけど、ちょっと古すぎる。なんか298円ぐらいだろうなと思いながら、日本だとって思いながら買うんだけど、6ドルとか7ドルするでしょ。7ドルって言ったらもう1000円超えてるわけだからね。高いよね。何でも高い。本当これでまた関税関税 10% の増しの発動があったでしょ、中国に対してごめんなさい、中国に対してあったでしょ。あれが今後効いてきちゃうと、効いてくるよね絶対に。そうするとやっぱりサイパンは物価高、中国からのものっていうのが多いわけだし、中国韓国はあれ、韓国との関税どうなってたっけ。日本との関税はまだそのまんまなんだよね。韓国もそのまんまなのかな、中国だけかな。だから中国のものが上がるっていうのはちょっと困っちゃうよね。食品じゃなくてちょっとしたもの。食品はあんまり中国製品って手を出さないけど、韓国のものかやっぱ買うのは日本のものが多くなっちゃうけどね。税金関税これ以上やめてって感じなんだけど、イスラエルもまたやめないで、ガザもやめないで、ガザをなんかリゾートにするって言ってなかったっけ、この間までトランプさん。そんな話を聞いたんだけどな、私。リゾートにするからってなんか停戦2ヶ月ぐらいしたよね。2ヶ月ぐらいだっけ、1ヶ月ぐらい停戦して、また昨日だか一昨日かこのぐらいからまた始まってるでしょ。今日もガザから始まってるっていうから、お互いやる気じゃんって感じだもんね。もうあれ収まらないとね、戦争がある時はやっぱりドルが強くなるのは仕方がないことだからね。でもこんなに上がるとはね、上がりすぎなところもあるけど、トランプさんがまだビジネスマンだからね、アメリカにこう観光客が来ない、日本人が来ない、そういうのをやっぱ懸念してるからドルが高いのを抑えたいんだろうけど、収まんないよねこのまんまじゃね。ウクライナだってロシアだって絶対嫌だって言ってるし、ウクライナはね停戦も仕方ないみたいに折れたのに、あれじゃどうにもなんないし、どうなるんでしょうね。このドル円がね、とにかくドル円、そうだ、テニアンでなんかいわゆるトランプコインみたいなテニアンコイン、仮想通貨を
始めようなんていう法案が出てるって書いてありましたね。昨日だか一昨日の新聞に、マリアナ・マライティに。そんなカジノもなくなっちゃったのに、オンラインカジノをやるって、そうだ、書いてあったんだ。オンラインカジノの法案が通ったんだ。そう、オンラインカジノをテニアン島から発信の会社ならオンラインカジノできて、初めに2万ドルって言ったかな。初めに初期投資が2万ドルで、毎月5000ドルって言ったかな。逆だったかな。2と5は覚えてるんだけど、2万ドルだよな。2万ドルで毎月5000ドルだよな、確か。ボジョボ人形は売ってない。売ってデューティーフリーには売ってたよ。でも前に行った時売ってたけど、前っていうのも前すぎてあれだな。ビデオを撮った時はボジョボ人形売って見なかったな。動画を撮った時は見なかったな、ボジョボ人形。一大ブームだったからね、ボジョボ人形。すごいじゃん。うちの店なんかでもサイパンに来た時からローカルのおばちゃんが手作りで作ってて、それを売ってくださいって言って、委託販売みたいな感じで毎月こう持ってきたりしてて置いてたのね。2ドルぐらいで売ってたのかな、多分。で流行りだした当時もうちの店にはあって、すぐそんなことがあったのって気づいた時にはもうそのボジョボ人形のボの字もなくなってたよね。消えてた。でもまたそのおばちゃんが作っては持ってくるんだけど、持ってきてそのまま売ったりしてたんだけど、とある日本人がその権利を取ったとかで訴えられて、サイパンの店70件ぐらい訴えられたのよ。で示談金とかでめんどくさいからってみんな示談金で2000ドルぐらいずつ払ったみたいなんだけど、うちはなんで訴えられるのか分かんないっつって、あなたのお店よりずっと前からやってるし、そのボジョボ人形を持ってくるおばちゃんもずっと持ってきてくれるから訴えられる意味がわからないって言ってずっと言い張ってたら、うちはそれなくなったけどね。もううちのお店に来るお客さんだったんだけどね、お茶を飲みに来るお客さんだったんだけど、訴える書面が来て、冗談じゃないわと思って、もう70件ぐらいサイパン中のお店が訴えられたんだよね。で、無視したお店も多数あると思うんだけど、示談金で2000ドルぐらいずつ払って終わった店も多くて、あれはちょっとね、悪魔のボジョボだったわよ、本当に。もう何ヶ月も考えたもん。やめてよと思って。何がラブラブはボジョボとかなんとかっていう人形ね、本当は幸せなお人形だったのかもしれないけど、あの瞬間からね、もうサイパンの人間はみんな悪魔のボジョボだと思ってたよ。なんで訴えられなきゃいけないのと思って。置いている勝手に置いているとか言われて、
手にじゃないからって、もともと私たちは置いていたものだから。で 2ドルぐらいで売ってるものがなんで1万円2万円とか意味がわからないし、関係ないし、それを作っちゃいけないみたいな。で結局ボジョボっていう名前が登録できなかったのね。何を理由に訴訟を、だからボジョボを置いちゃいけないっていう、勝手にその人がそのボジョボっていう権利を取ったから、その日本人の人が権利を、訴状にはだからその人が権利を取ったから、あなたたちは私の権利をなしにしては置いちゃいけませんよと、ボジョボ人形を。でだけど私はだからもともとのローカルのおばちゃんが手作りで持ってきてるものを置いてるだけだから、そんなボジョボって名前登録できないだろって。あれ身の名前だからさ。マンゴーって名前を登録するのと同じ。マンゴーとか登録できないでしょ。マンゴーとかパパイヤとかそういうのと同じだから。これはね、もうなんだっけ、仰天かなんかでやったんだよね。仰天かなんかでやった瞬間爆発して、日本ではねめちゃくちゃみんな儲けるためにいっぱい仕入れていったんだろうけど、うちではね悪魔の人形だったわよ。冗談じゃないわって感じ。そんなさ、別に2ドルとかで売ってもそのお人形から利益を得るようなものではなかったからね、もともとが。ほんとね、ありえない理由での訴訟だったから、もう悪魔よ、悪魔の人形っていうのはね、やっとね、今じゃ何の影もなくなったけど、今作ってる人いるのかな。見ないね、見ないな。うちなんかはだからボジョボの実をそこに絵を描いてこうお人形にしないで売ってたりしてたよね。その後揉めんのが嫌だから。ボジョボ人形もあったのはあったけど、でも入っても売り切れちゃうからね、すぐね。悪魔の人形だったな。もう20年ぐらい経つのかな。そうだな、20年ぐらい経ってるかもしれない。もう今の人は知らないんじゃないの、ボジョボ人形なんて。もう知ってる人いますか？知らないよね、きっと。今でこそまた作って売ってるかもしれないよね、おばちゃんたちが。わかんない、もう世代がおばあちゃん、その時おばあちゃんだったから、もう世代が変わっちゃったから作ってないかもしれないしね。いやー、ほんとそういう時代でしたよね。いろんな、あの頃はもう店がレンタルする場所がないぐらいもう人が入ってたんだけど、もう今はどこでも選びたい放題だもんね。選びたい放題。家賃の問題はあるけど、家賃がいくらだかはね、
けないよね、なかなか。ここ家賃いくらって不動産屋になら聞けるけどさ、このお店やってる人にはちょっと聞きにくいから聞いてないんだけど、アパートとかは安くなってるっていう話は聞くから、お店も安くなってると思うけど、お店を出す人がいないんです。出す人が今日このお店なんかも始めて17年経つんだったって全然知らなかった。17年って言ってたかな。15、みんなね、でも十何年って言ってたから、新しくできた店じゃないんだと思って、結構昔からあるんだと思って、私が知らなかっただけなんだなと思うお店ばっかりでしたけど、だけどその十何年前からやってて、今もパワフルにやってるわけだから、すごいよね。サイパンのあれこれに揉まれてないんだろうなって感じで羨ましいわ。ね、一応この辺なんかはデューティーフリーの裏で一等地といえば一等地だから、でバスの待合所の目の前だから、結構お客さん入ったと思うんだよね。ここなんか15年ぐらいだったらまだお客さんいる頃だもんね。15年って言ったら、これそう、さっき砂もう線が邪魔で見えない。なんて書いてあった？今お店なんか食べ物屋さんかと思って入ったんだよね、ここね。そしたら石鹸屋さん、ちょっと小綺麗な石鹸とのに屋さんだったんだけど、なんか韓国のブランドなのかな。すごいお店の中は小綺麗で、こんだけしか物売ってないんだって感じで、この広いスペースでやっていけるんだ、すごいなって思ったんだけど、やっぱね、仕事してたから利益率とか考えちゃうんだよね。こんだけの品数でこのキャパを守っていけるってどんだけ利益が出るんだろうって、何個売れなきゃダメって感じを考えちゃうんだけど、この石鹸とのにだけだからすごいなって思ったんだけど、なんかあと自動販売機じゃない、奥にお水とかは売ってたけど、不思議で、こののには定番ののにだし、それでね、ちょっとこれのにの漬物らしい、のにジュースになるらしいね、これがね。のに臭いからね、本当に臭い。お店の中で昔のにが流行ったのってやっぱ15年ぐらい前、もっと前かな。
15年ぐらいは経つと、もっともっと20年ぐらい前かノニが流行ったの、日本で。その時にじゃあうちもちょっと煮てみようかって店の中でちょっと煮てみたら、もう臭くて店の中にいられない本当に臭いんだよね、煮出した時。あれはね、お客さん入れられなくなっちゃうぐらい臭いから。なんか何にいいんだっけこれ、ノニって。だけどなんかに良くないんだよね。肝臓だかになんかに良くなくて、どこかにはいいんだよね。肝臓にいいんだっけ、逆かな。また適当なこと言っちゃうと怒られちゃうからな。肝臓にいいんだっけ、肝臓に悪いんだっけな。どっちかに悪くてどっちかにいいんだよね。どっかに悪い。結構刺激物らしいからね。いやでもなかなかじゃないけど、私と日本のお友達は結構好きで、なんかノニを買って帰ってた人がいて、私はねもう、全然飲めなかった。ちょっと無理だった。ノニの石鹸ぐらいなら使えるかもしれないけど、うちの庭にも生えてるしね、ノニ。邪魔でしょうがない。すぐでっかくなるんだもん。切っても生えてくるし、ですっごい実がつくし、すぐ大きくなるんだよね、木が。ほんとああいう木があるとね、泥棒とかに伝わられちゃうから切るんだけど、すぐでかくなる。本当にやめてくれって感じのに迷惑。自分で撒いたこともないんだけど、鳥とかなんかが持ってくるんだろうね。で育っちゃう。最近うちの庭に育ってるのはパパイヤの木。前は実がなる子だったの。大きい実がなる子だったんだけど、大きくもうね10メーターぐらいの高さになった。なんないそんななんない5-6メーターの高さになっちゃったから、切っちゃったの。ちょっと台風とかで危ないなと思ったから切ったんだけど、でまた生えてくるのね、そっから。そしたら今度実のならない子になっちゃって、なんかね変なピョーンって長い花をつける子になっちゃって。パパイヤにはオスとメスがあるらしくて、メスだった子がオスになっちゃったらしいので、また切ればオスかメスになるのかもしれないんだけど、今のところ切らないでもいいような1メートルぐらいのところにいるから、そのまま放ってあるんだけど、すごい実のなる時はすごい上にどんどん伸びてっちゃって、手が実がなったところで届かないよっていうところに行っちゃったから。もうそろそろパパイヤ売ってたな、さっき。大きいパパイヤ、ローカルパパイヤっていうのがあって、両手でこう持ってももうちょっと大きいっていうようなパパイヤがあって、結構美味しいんですよ、それが。それはうちにはなってなかったけど、でもうちのは丸い大きめの丸いパパイヤだったの。美味しかったんだけどな。どうなってるんだろう今。
ちゃおう。ちょっと待ってくださいね。なるほど。なるほど。どうでしょうね、これ。ドル円148円60切ったんですね、一回ね。これ慌てて上がってきた感じだけど、ここで上がっていっちゃうのかな、また。下に抜けなかったってことはどうなんだろうね。上がっていっちゃうのかな。上がりそうな感じの雰囲気を出してるよね。上げてっちゃいそうな雰囲気を出してるから、またお盆とかね、観光客が動くような時期にドル高になっちゃうのかな。円安ちょっと困るよね。本当にドル高だとね、本当に観光客の人も韓国の人もお金を使わないって言ってた。今来てるような観光客の人もお金を使わなくて海に使ってるだけだって言ってた。韓国のおばちゃんたちが全然お金使わないから、もうどうにかやっぱり日本人に帰ってきてほしいみたいなこと言ってたけど、あと中国人にも帰ってきてほしいって。中国人はやっぱりね、韓国のおばちゃまのお店でもガサッと買うんだって。値段を見ずにバンと買うから、すごい助かってたって言ってたけどね。そうなんだろうな。すごい層があって、すごいお金持ちの人たちも来て、すごいお金持ちの人たち、桁が違うような人たちも来てたみたいだから、サイパンは。そういう人たちのお金の使い方は本当に値段見ないで、ここからここまでちょうだいって言って買うから。潜水艦なくなった？あ、見たよ私。昨日一昨日ぐらいの動画？昨日の動画？昨日は動画上げたっけ？あれ？動画に載ってる動画に潜水艦の跡が潜水艦の跡が潜水艦浮いてた。載せてないかな。潜水艦浮いてた。でも潜水艦動いてないと思う。動いてないと思う。観光としてはやってないけど浮いてた。あれ潜水艦だと思うんだけどな、多分。潜水艦だと思って動画撮ったんだよね。それ入ってると思うんですよ。一昨日かな。一応撮った。今日はね、だから天気は良くないんだけど、ムシムシしてた。ずっとなんかこう曇り空なんだけど、曇りとちょろちょろ雨が降ったりしてて、分かった、これ東京マートさんが入ったから、そこのところを塗り直したのかもしれない。綺麗だもんな、看板をつけるときに。そうかもしれない。
99センツの話ね。そろそろ12時を回ったので、日本は11時かな。そろそろ今日はまたこれで明日のために備えたいかなと思います。皆さん今日もありがとうございましたの。だらだらとありがとうございます。またね、新しい動画を明日あげたいと思いますので、まあクオリティ、動画のクオリティは良くないですけど、これマンゴーかな、あ、違う、マンゴーじゃない、パパイヤかな、あれ違ったかな、まあこうだらだらとお話をしながらまた付き合っていただけるとありがたいです。でよかったら、チャンネル登録となんだっけ、いいねボタンをお願いします。ありがとうございます。深夜さん、のばるさん、ありがとうございます。みんなコメントくださいよ。本当ありがとうございます。それではまた明日よろしくお願いします。はい、にゃにゃ、失礼します。届いてにゃにゃ。失礼します。ありがとうございました。こんな。